こんにちは、ソニック研究員のケイティです。どうも、助手のマルルです。今回は、ソニックアドベンチャーのソフト紹介です。出たこれ、今までちょくちょく出てきてたけど、どんなゲームなんだ？一言で言うとすれば、神ゲーです。今回はそんなソニックアドベンチャーの魅力を、たっぷり解説していきたいと思います。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。それでは、早速スタートです。ソニックアドベンチャーは、1998年に発売された作品です。その後2003年に、画質の向上や追加要素などを盛り込んだリニューアル版、ソニックアドベンチャーデラックスが発売されており、今回はこのリニューアル版の要素も含めて解説していきます。まずはストーリーです。海沿いの大都市、ステーションスクエアを走るソニックの前に、液体のような謎の敵が現れます。一度はこれを退けたソニックですが、翌日、ドクターエッグマンがこの液状の生命体を従えているのを目撃します。エッグマンによると、この生命体の名は、カオス。長い間封印されていた破壊神です。カオスエメラルドの力を吸収して進化し、7つすべてのカオスエメラルドを与えれば、世界を滅ぼすほどの力を得ると言います。エッグマンはその力を利用してステーションスクエアを破壊し、その跡地に自分の理想郷、エッグマンランドを建設しようと企んでいました。世界を破壊するほどの力を利用か。嫌な予感しかしないな。目的に対して明らかに過剰な手段を講じるのが、エッグマンの愛らしい点ですよね。何はともあれ、このエッグマンの野望を阻止するため、ソニックたちはエッグマンより先にカオスエメラルドを手に入れようと動き出します。今作はカオスエメラルドががっつり関わってくるんだな。そうなんです。最近のソニックでは影が薄めなカオスエメラルドですが、この時代ではゼルダのトライフォース並みに重大な役割を果たします。また、今作には6人のプレイアブルキャラクターが存在し、それぞれの物語が複雑に絡み合う群像劇のような装いを呈しているのも大きな特徴です。そして今作は何を隠そう、ソニックシリーズ初の 3D アクションゲームです。これまでの 2D から 3D になったことにより表現の幅が広がり、ソニックの歴史が大きく変わりました。他にも、キャラクターボイスの追加、ロック調 BGM の採用、ホーミングアタックの実装など、今では当たり前となった数々の要素がここから始まっています。ソニックといえば、みたいな要素ばっかりだ。近代ソニックの礎となったゲームですね。重厚なシナリオも相まって、今でも非常に人気のあるゲームです。一方で今作独自の点として、先ほど触れた6人のプレイアブルキャラクターと、アドベンチャーフィールドの実装があります。続いてのゲームシステムで、これらについて詳しく解説します。まずは一つ目の、6人のプレイアブルキャラクターについて。今作ではソニックの他に、テイルス、ナックルズ、エミー、ビッグ、ガンマ、といったキャラクターをプレイすることができます。さらに各キャラクターごとに能力やゲームシステムが大きく異なっており、まるで違うゲームをプレイしているがごとく、色々な楽しみ方ができます。6人ってめちゃくちゃ多いな。どんなシステムになってるか教えてほしいんだぜ。もちろんしっかり解説させていただきます。まずはソニックですが、最近の 3D ソニックと同様、ゴールを目指してステージを駆け巡るものになっています。アクションは、2D 時代のスピンダッシュやスピンジャンプに加え、今作から実装された、ホーミングアタックです。ホーミングアタックは、3D だとスピンジャンプが当たりづらいという意見から開発されたアクションなのですが、ソニックらしさを損なわずに、見事この問題を解決した良システムです。続いてテイルスです。テイルスは、各ステージをソニックより先にゴールできればクリアです。ソニックと競争ってことか？それはあまりに無謀な気が。走るスピードはもちろんソニックの方が速いのですが、テイルスは空を飛んでショートカットをすることができます。このショートカットを駆使してステージを攻略するのが基本になるので、ソニックでプレイしたステージと同じステージであっても、ソニックとは違うコースを進むことになり、もう一度楽しむことができます。またテイルス専用の攻撃技として、尻尾を回転させて攻撃するアクションが実装されました。お次はナッコウです。ナッコウは、マスターエメラルドと呼ばれる宝石のかけらを集める、宝探しゲームになっています。マスターエメラルドとは、ナッコウが守護している巨大な宝石なのですが、物語の冒頭でこの宝石が砕け散り、かけらが各地に飛び散ってしまいます。各ステージにはこのマスターエメラルドのかけらが3つ隠されており、3つすべて見つけるとステージクリアになります。また今作のナッコウには、滑空、壁登り、穴掘り、といった固有アクションが実装されています。滑空はパラシュートのように空を飛べるアクションで、壁登りや穴掘りはその名の通り、壁を移動できたり穴を掘れるアクションです。これらのアクションを駆使してステージを駆け回り、マスターエメラルドのかけらを探すことになります。続いてエミーです。
エミーはソニックやテイルスと同様、ゴールを目指すのが目的なのですが、その道中、常にエッグマンのロボット、ゼロが追いかけてきます。ゼロは攻撃するとひるませることはできますが、倒すことはできないので逃げるしかありません。エミーは走る速度が遅いので、かなりハラハラしながらステージを攻略することになります。エミーのアクションについてですが、スピンダッシュやスピンジャンプといった攻撃技がない代わりに、ピコピコハンマーで攻撃することができます。自分の身の丈ほどもあるハンマーを軽々振り回す姿は、なかなかインパクトがあります。余談ですが、エミー専用のミニゲーム、ヘッジホッグハンマーはかなりストレス発散になるので、ぜひやってみてほしいです。ソニックがボコボコに。続いてビッグです。ビッグは今作が初登場のキャラで、大柄でおっとりした猫です。ある日突然逃げ出した親友のカエルくんを連れ戻すため、冒険に出発します。ビッグのゲームシステムは釣りゲーです。各ステージの水場を巡り、カエルくんを釣り上げるのが目的になります。カエルくん以外にも色々な魚が生息しており、やり込み要素ではそれらの魚も釣り上げることになります。敵ともほとんど戦わずに血眼になってカエルくんを探すという、かなり異色なシステムになっています。最後はガンマです。ガンマはエッグマンの作ったロボットです。なので、基本的にはソニックたちと敵対する立場になります。ゲームシステムはシューティングゲームで、敵をロックオンして倒していきます。ロックオンはある程度自動でしてくれて、なおかつ一度に複数の敵をロックオンできるので、難易度は低めです。一方で、6人の中で唯一時間制限があるので、なるべくスピーディーにステージを攻略する必要があります。ちなみに、ガンマ編はシナリオがとてもいいです。特にエミーとの関わりが素晴らしいので、見たことがない方はぜひやってみてほしいと思います。本作のもう一つの特徴は、アドベンチャーフィールドの実装です。基本的にソニックシリーズは、アクションステージが連続しているか、ワールドマップでステージを選ぶタイプが多いのですが、今作にはキャラクターを自由に動かせるアドベンチャーフィールドが実装されています。ここではアクションステージの入り口を探すことはもちろん、街の住人と話すことができたり、パワーアップアイテムが隠されていたりします。街の住人の中には、ハンバーガー屋に恋する女性や父親を待つ少女、地主の男性や過去を知る少年など、なかなかキャラの濃いメンツがいます。ストーリーを進めるにつれて会話も変化するので、ちょくちょく話しかけてみると面白いかもしれません。こういうフィールドって制作者の遊び心とか小ネタがあって楽しいよな。ここからは、このゲームの良かった点をご紹介します。良かった点は、プレイヤブルキャラクターの多さ、複雑に絡み合うストーリー、充実のやり込み要素、の3つです。まずは1つ目の、プレイヤブルキャラクターの多さについて。先ほどご紹介したように、今作には6人のプレイヤブルキャラクターが用意されており、それぞれに固有のゲームシステムと、専用のストーリーがあります。これほどボリュームのあるゲームはソニックシリーズの中でもかなり珍しく、非常にやりごたえがあります。最近のソニックシリーズはプレイヤブルキャラクターがソニックだけになっているものが多く、複数用意されていたとしてもクラシックソニックやアバターなどで、ソニック以外のレギュラーキャラを操作できる機会はほとんどありません。そのため、ソニック以外に5人ものキャラを操作できるソニックアドベンチャーは、かなり貴重なゲームと言えます。二つ目は、複雑に絡み合うストーリーです。今作のストーリーは、一つの物語を6人のキャラそれぞれの視点で見ていく、という構成になっています。そのため、例えばソニック編で急にナックルズが襲いかかってきたり、エミーが敵であるはずのガンマをかばったりしますが、他のキャラをプレイすることで、なぜそのような状況になったのかが明らかになります。はじめは謎だらけですが、色々なキャラでプレイしていくことで徐々に物語の全貌が明らかになっていくので、非常にワクワク感があります。また、物語自体もとても魅力的です。エッグマンとカオスの野望を食い止める、というのが基本的なストーリー展開になりますが、今作はそれだけにとどまらず、カオスとは何者なのか、なぜ破壊神と呼ばれ封印されたのか、といった点まで物語が深掘りされていきます。そこに関わってくるのは、数千年もの昔に栄えた、古代ナックルズ族たち。プレイ中に時折古代ナックルズ族の集落に迷い込み、彼らとカオスの因縁を目撃することになります。こういう過去に遡ることで謎が明らかになる展開たまらないよな。最高にワクワクする演出だぜ。これまでソニックの設定について深く触れられることはほとんどなかったのですが、今作ではナッコウのご先祖様たちやカオスエメラルド、さらにはマスターエメラルドに関する設定が、かなり細かく描かれています。過去に何があったのか気になる方は、ぜひこちらの動画をご覧ください。今作のキーパーソン、古代ナックルズ族のピカルの解説動画です。唐突な宣伝。良かった点の3つ目は、充実のやり込み要素です。今作にはかなりのやり込み要素が用意されています。例えば、全ステージにレベル C から A の3種類が用意されているほか、
飛行シューティング、レース、スノーボードなどのミニゲーム。様々な依頼をこなすミッションモードなど、すべてを網羅しようとするとかなりの時間遊ぶことができます。中でも印象的なのは、こちらのチャオ育成ゲームです。チャオかわいい。アドベンチャーフィールドからチャオガーデンというチャオの生息地に行くことができ、そこでチャオを育成することができます。ガーデン内にあるヤシの実や、ステージで捕まえた動物を与えて育てていくのですが、与える動物ごとに成長度合いが変化したり、個体差や好感度によっても育ち方が変わってくるので、意外と奥が深いです。油断すると無限に時間が解けていきます。本編よりもこっちに時間を費やしたという方も多いのではないでしょうか。続いては、いまいちな点を紹介します。いまいちな点は、ボリュームの偏り、ビッグ編のゲームシステム、の2つです。まずは1つ目の、ボリュームの偏りについて。今作は6人のキャラを操作できますが、そのボリュームにかなり偏りがあります。例えばステージ数を見てみると、ソニックが10ステージあるのに対し、エミーはたったの3ステージしかありません。またストーリー面でも、ビッグが他のキャラとほとんど関わってなかったりします。6人もいれば多少のばらつきがあるのは仕方がないかと思いますが、極端にボリュームの少ないキャラがいるのは気になるところです。2つ目は、ビッグのゲームシステムについてです。先ほどご説明したように、ビッグパートは釣りゲーになっているのですが、あまり評価が高くありません。その理由は、みんなソニックに釣りを求めていないからです。そもそも過ぎて草。確かに普通はハイスピードアクションがやりたくてソニック買うもんな。キャラごとに特徴をつけるためとはいえ、釣りはちょっとやりすぎだったのではないかと思います。例えばナッコウやエミー、ガンマもスピード重視ではありませんが、敵を倒したり仕掛けを解いたりするので、アクションゲームではあります。一方で釣りはアクションゲームですらないので、さすがに受け入れられなかったのかなと思います。またやってみるとわかりますが、水中でのルアーの動きにかなり癖があり、なかなか釣りたい魚の前にルアーを漂わせることができません。このように釣りゲーとしても完成度が高いとは言えず、ますます受け入れられづらいシステムになってしまいました。ただ、ビッグの力の抜けるキャラクター性は個人的にかなり好きです。確かにソニックにはスマートなキャラが多いから、こういうやつが一人いてもいいよな。場が和むのでとてもいいと思います。もっと出番が増えてほしいキャラクターですね。以上で、ソニックアドベンチャーの解説を終わります。プレイヤブルキャラクターが多くてストーリーもしっかりしてて、すごく面白そうなゲームだったな。さすがは 3D ソニックの礎となったゲームだぜ。ストーリーとキャラクター好きの私にとっては、特に大好きなゲームです。一方で、人気のブースト機能がなかったりホーミングアタックのロックオン機能がなかったりと、アクション面では最近のソニックと比べて見劣りする部分もあるので、ぜひ最新技術でリメイクしてほしい作品です。ソニックフォースでまたストーリーとキャラクターに重きを置き出した感があるので、可能性はゼロではないはず。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？このチャンネルでは、ソニックに関するあらゆる情報を発信しています。動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録や高評価をしてもらえると嬉しいです。それでは、次の動画でお会いしましょう。